中央銀行を持つ意味、あるいは持たない意味って何なのっていう、そういうことだと思うんですよね。はい。で、中央銀行を持たないメリットっていうのはですね、その自分の例えばリヒテンシュタインみたいな3万5千人しか人口がいないところが、中央銀行を持つコストっていうのは3万5千人に対しての負担が増えるから意味がないわけですよ。その持ったことによってリヒテンシュタインフランをリヒテンシュタインの人が信用するかって信用しないじゃないですか。それよりもスイスナショナルバンクの方ですね、みんなエコノミストたちの方をですね、どちらかというとみんな信用するじゃないですか。これはね、はい。マカオでですね、香港ドルは使えるけども、香港ドルは使えるけども、香港でマカオ紙幣は使えないというのと同じなんですよ、基本的にはね。じゃあ、民衆が何を信じるかっていう話だから、カンボジアはカンボジアの法定通貨がありながら、ドルの方が、通用するわけですよね。というふうなことが、ユーロに入っているほとんどの国、ドイツとかフランスは例外ですけども、それ以外の国はですね、自分の通貨を自分の国民が信用するかということに自信がないわけですよ。少なくとも自分で中央銀行を持ってマネタリーポリシーを持ちたいからといって持つことによるメリットの方が少ないというふうな結論になるんですね。例えば今日本の若い人にこれ結局円を廃止してドル使うのをどう思うっていうふうに、例えば円とドルをですね、例えば1対1の割合でリンクさせて、そういうものをですね、どう思うって言ったらですね、それは悪くないって言うと思うんですよね、基本的に。そうすると今ですね、日経新聞が最近円安がその株高につながらない、あるいはなんか円安だからといっていいことじゃないっていうふうに言ってる議論っていうのはどういうことかっていうと、あれは議論がぐちゃぐちゃになっちゃってるんですけど、ポイントはですね、基本的には円安になるから、賃金が安くなって輸出競争力ができるんじゃないかというふうなよりも、基本的にはですね、その為替が変わることにより、それをヘッジすることのコストの方が高くなるから、円安だと言って必ずしもいいわけじゃないし、円高の方がいいわけでもないというふうな結論になるはずなんですよ。その結論が出た19国が結局はユーロをサポートして1個でいいじゃないっていうふうにみんなでやった方がコスト安になるからいいじゃないっていうのがユーロの考え方。これ、もともとはですね、アメリカって50の国からなってるでしょ。で、一つの通貨でいいわけですよ。で、一つの通貨で、あれ50の州がですね、全部自分の通貨出していってるとしたら、めちゃくちゃそこでですね、コストがかかるから、その貿易になっちゃうわけですね。国内取引じゃなくなって。それってもう煩雑だし、すごいですね、効率が悪くなるんですよ。効率を良くするためにはどうしたらいいかっていうと、元に戻って、ケインズがですね、世界通貨バンクを作ろうっていうところに戻ってくる。そういうことです。